自分たちの状況報告も兼ねてオランダの、家探しについてと仕事探しで、あとは天気、最後に住んでる感じのオランダの状況っていうのを4つ話していこうかなと思います。自分たちは今ホテルに住んでいて、でそのホテルっていうのもちょっと普通のホテルとは違くて、ロングステイができるタイプのホテル、プラスBSN 登録っていう住民登録可能なホテルに今住んでます。今現在自分たちが持ってるものっていうのがそのレジデンスパーミットと呼ばれる、あれは居住許可証、一般的に言うとワーホリビザか、分かりやすいのは、でワーホリビザを持ってればとりあえず仕事ができるだろうって思ってたんだよね、普通の家に住んでると仕事がない状態でその予約さえ取れば住民登録はできるんだよね、ホテルの場合はそれができない。で BSN 登録可能なホテルだけど、それでやる場合は普通とはちょっと違う条件があって、それが学生ビザを持っているか、もしくは仕事をしている証明があるか、だから仕事が今ない状態だとこれはできないっていうのに最近直面してて、だから今の自分たちの状況としてはホテルに住んでるけど、仕事を見つけるか引っ越すかをやらない限り BSN って呼ばれる住民登録ができない。BSN がないと仕事ができない。だからこの BSN とワーホリビザが揃って初めて仕事ができるっていう状態に実はまだ達せてないっていうのが最近の状況で、家探しも2人分の家を長期契約するってなると、高いんだよね、まずその2人登録できる場所っていうのが他の人に比べて限られてる。でも1人分ならレジストレーションできるその余裕があるよとか、家ごとにどれぐらいの枠できるが決まってるみたいで、2人分くれる場所が少ないんだよね。もしくは2人レジストレーションできても仕事をしてるかだったり、その年収がいくら以上じゃなきゃいけないとかがあったり、金額をおそらく上げれば部屋は見つかるんだけど、私たちとしてはできる限り抑えたくてね、どうしたもんかでそれぞれバラバラで家に住むだったら多分簡単に、比較的簡単に家は見つけられるんだけど、そうなるとこうやって2人で取ってとか、そもそも2人で来てる意味がなくなっちゃうから、今そこをどうしようかっていうのを日々考えながら仕事を探さなきゃなか家を探さなきゃなのどっちかに今動いてる状態、結構来る前とギャップがすごくて、オランダのワーホリビザの要件とかを IND のウェブサイトで見ると1年契約はダメって書いてあるんだよね、ただフルタイムでは働ける、で前のオーストラリアのワーホリのイメージだとオーストラリアのワーホリは6ヶ月って決まってる、同じ雇用主のところで雇ってもらえるのが最長6ヶ月っていうのが決まってて、それは雇う側にも結構ちゃんと知れ渡ってる、ワーホリの人が仕事探しやすい土壌というかは整ってるんだけど、オランダすごいそれがない気がしてて、でね、実際そのリンクディンとかでいろんな仕事のをこう見て、いいなって思ったのをこう申し込んだりとかしてたんだけど、そのうちの一つはもうほんとすぐにでもぐらいの勢いだったのに、自分のビザのそのレジデンスパーミットに自分のビザのタイプが書かれてて、でそれを写真撮って送ったらこれじゃ働けないって言われて、ってでそこぐらいからだよね、急に厳しくなったの、どうするかで。私の場合だと
もともとのキャリア的に接客だったりカスタマーサポートとかそういった方が仕事が取りやすいから、そういう職種の求人を出しているところにアプライしても、カスタマーサービスだとオランダにいる以上オランダ人を相手にすることの方が多いだろうから、オランダ語ができないとこの職種今受け付けてないんだっていうのとか、そのスキルの部分が足りないねっていう風になって、通らないことが結構多い。だからオランダ語の需要っていうのももちろんあるし、あとはそのビザ、そのビザの種類がワーホリビザだと結べない契約とか、多分ワーホリで来る人ってその街中のカフェだったりとか、そのオランダ人の生活に近いようなところでのアルバイトとかが多いのかなって思うけど、そのなんで私たちがこんなに仕事探しに苦戦してるかって多分その後の生活のことも考えて、ある程度の収入があって、貯金ができる収入が確保できる仕事を探したいから、余計それがハードルを高めてるのかもしれないけど、オランダだけの生活にフォーカスするなら、普通に家を1年契約とか、もっと長いところ契約してってできるけど、そもそも1人で来る人よりやっぱり2倍のコストがかかって、だから契約もそれに関わるデポジット、なんだろう、敷金なのか礼金なのか分かんないけど日本でいうところ、がやっぱり普通の家、普通に1人で探すよりも倍やっぱりかかるから、ってなるとできる限りやっぱ固定費は抑えたい、で固定費を抑えるには都市部から離れるしかないけど、離れるとオランダ語が必要ない仕事がより減ってくんだよね、結局仕事探しをすればするほど街中の方にあって、そのアムステルダム、デンハーグ、ロッテルダム、ユトレヒトとかね、にあって、じゃあそこでウェイターの仕事とかをするのであればそこに住んだ方がいいよね、ってなると2人分でそこに住もうとする家賃を払うことを考えると、あと多分保険とかいろんなものを事前に計算する感じだと、おそらく2人分フルで働いて、片方の給料は全部それに消えるか、1人分で足らない、そのパートとかで、自分たちが来たタイミングの感じだとレストラン開かないよ2ヶ月ぐらい見てたから、で今オランダもコロナ減ってるとはいえやっぱね何万人っている状況で今後どうなるかまたわからないから、家の契約をねがっつり長期契約2人分のその契約を結んでしまった後に、仮にねどっちかが仕事できなくなるとか、ウェイターをやったとしても両方仕事ができなくなるっていうリスクはやっぱり避けたくて、っていうのがあって業種を分けたいんだよね、なんとかうまいことやって、でちゃんとこのオランダが終わって1年のワーホリが終わった時に次の動きができるキャッシュを手元に残したい、っていうのがあるから、結構その場を楽しもうっていう若さじゃないのと、そこがやっぱ難しいところ。そうだね、今まで海外に出てた時と考え方が変わってることに来て気づいた。ほんとすっからかんになる寸前までできてた感覚と、やっぱ2人でいると、そうだね、片方がそうなると思いっきり負担になるから、だから勝手がやっぱ違うよね、2人で来るとやっぱ全然違うし、オランダの仕事探しを来る人たちがどれぐらいの仕事を狙ってるかにもよるけど、他の国とはちょっと勝手が違うかもっていうのが今すごく自分たちが直面しているところが、仕事に関する今は自分たちが提供できる情報かな、ものすごく天気が良くなってきた。そうだね、日が伸びたし、
最近は起きた時間にカーテンを開ければちゃんと朝になってる、今だいたい4時か、今午後の4時ぐらいでちょっと窓際で撮ろうかなと思ったけど逆光がやっぱすごくてそれだけ日の光が強くて、晴れの日が増えたもんね。で家の中も窓閉めてると結構暑くなってきて、その日当たりが強い時間、ただ今自分たちがこう着てるデニムシャツみたいのを2人とも着てるけど、外出るときはこれに1枚羽織るぐらい。なんか気温は低いから、高い日でも11度12度とかぐらいだから、ちょっと上に1枚羽織るものがあると、薄着にダウンとかセーターとか中が厚みがあるときは外側をちょっと軽くするとか、まだ肌寒いは肌寒いけど、防寒をする必要はだんだんなくなってきたかなって感じ。そうだね。冬物を今どんどん衣替えで洗ってしまってをやりながらね、だから外出もしやすくなって、っていうのはすごくいいんだけど今もしやと思って2人が苦しんでるのは、この国花粉症あんのかな最近ねちょっと鼻ムズムズすることが多いんだよね。そうなんか窓開けるとか花粉症なのかね、なんか花粉なのか埃のせいなのかわかんないけど、もしこれが花粉症なのかどうか知ってる人がいたらそれはちょっとぜひ教えてくださいだいぶやっぱ街並み変わったよね。コロナ規制がなくなったというか緩んだというか、公共交通機関ではマスクをしなきゃいけないとか、あとはそのイベント会場も大人数集まるところは陰性証明必要だったりとかはまだ残ってるみたいだけど、普通に外出するレベルならね、日常生活をする分にはほぼマスクなしでも生活できるし、レストランとかも QR コードが必要っていうようなこともなくなった、だからようやくね QR コードゲットできないままだったけど、それがなくてもね、ようやく飲食店に入れるようになって、入ってないけどまだ入ってないけどいいなと思ったお店が全部混んでるから混んでるか、ちょっとやっぱまだオランダの外食高いから、この無食の身分じゃちょっとね贅沢すぎちゃうからまだ入ってはないけど、なんか心の底から楽しめない心配しながら食べるみたいになっちゃうから楽しめるまでそれはちょっと遠いかもしれないけど。そうだよね、ラーメンとか食べたいもんね。でもその全く入っちゃいけないってところから入ろうと思えば入れるっていうところに変わっただけでもちょっと気持ちは違うよね。だからテイクアウトしかしてないカフェとかが多かったからすごい閑散としてたけど、そこにやっぱちゃんとお客さんが入ってるだけで、なんかね街並みの温度というか、そうだね、明るくなるし、そのいつも通ってるモール、スーパーとか入ってるモール行くのもやっぱそのロックダウンの時と雰囲気も違うもんね。なんか店員さんにも話しかけやすくなったしで日によってそのファーマーズマーケットなのかフリーマーケットなのかみたいなのもやってたりするし、そうだね。だからね生活するにはすごくいい気温と、あとはそのコロナ規制が緩んで、なんかねそれこそそのロシアとウクライナがっていう話があって、オランダ国内でもやっぱ電車とか乗るとすごいわからないオランダ語だけど国名はやっぱ聞こえるから、結構それに関して話してる人は大勢いるなっていう感じはするよね。でもだからって生活が変わってる感じは今のところしないし、特別注意喚起があるわけでもないし、今のところは問題なく生活はできてる。その飛行機の航路が変わるとか、飛ばない日が出るっていうのはあれかな、最近はよく聞くし、自分たちもまだチケットを持った状態だから、気にはしてるところだよね。
で冬に撮ったのと比べてこの服装とかね明るさとかやっぱ天気良くなると表情明るくなる本当天気大事だなってそう思うね。次はもっと明るい報告がたくさんできたらいいね。